はい、皆さんお久しぶりです。みえちゃんです。生きてましたよ。はい。具合でも悪いんですかなんてね、コメントいただいちゃってご心配おかけしました。だいぶね、間が空いてしまって申し訳ありませんでした。パソコンもカメラもね、私の体もね、かなり使い込んでますのでね、あちこちガタが来ましてね、まあ機械が先か私が先かねっていうところですけど、まあ動くうちはねだましだまし動かしていくしかありませんのでね、動かさないと錆びちゃいますからね。というわけでね、今日はね何を配信しようかと思ったんですけれども、まあね以前リクエストいただいてるのもまだあるんですけれどもね、とりあえず今ね話題沸騰中の例の真っ白ね、ご希望のコメントもいただいてますし、今頭の中がねこの曲でいっぱいなんですよなのでね、この素敵な曲についてね語ってみたいと思います。はい。これねイロハスの CM 見た時もねいいなと思ってね、今度はボサノバかと、またそう来るかとね、やられちゃいましたよ。またラテン系で来たとね、衝撃でしたね。まあラテンの国にいたしね、スペインね、いつかねスペイン語風さん口走ってたからね、もしかしたらとは思ってたけど、まあラテンもいいですよね。最初のね出だしの軽やかなスローサンバといいますかね、羽のように軽いボサノバのリズムをね、チャッチャツチャッチャってね、タイキングさんのギターがね心地よく刻んでますね。それに絡むね風さんの声がまたね高原の風のようでね、もうヒーリング以外の何者でもないですよね。でね、全体がもうこれまでのね風さんの曲のアレンジとだいぶ変わってるっていう気がしますね。なんかとってもアコースティックでねレトロなサウンドなんですね。これ聞いてねちょっと自動的にふと浮かんできた曲があってね、80年代にね一世を風靡したフリオ・イグレシアスっていう人いるんですけどね、スペイン人ですけど、ビギン・ザ・ビギンっていうね曲のアレンジを思い出しちゃったんですけど、あれもラテンだけどずっしりのラテンじゃなくてね、軽いタッチのラテンで、もう少し重いしねリズムも違うんですけど、一回聴くと結構癖になっちゃうんですね。彼はとてもセクシーでね、当時の女性はもうみんなとろけちゃったんですけども、まあ今はねコロコロの可愛いおじいちゃんになりましたね。はい。諸行無常ですからね。風さんの真っ白はねあれよりさらにねこう水にさらしたようなね、薄く紗の布のように軽くした感じですね。透き通ってますね。だからまさにね水のコマーシャルにはぴったりですよね。CM のね撮影動画ね、ビハインドシーンのねインタビューで風さんいくつもね重要なこと言ってるんですけどね、この真っ白はね時代とか場所を超えた世界だって言ってるんですね。CM の風さんもねピュアホワイトでいいんですけど、私はこの曲のカバー写真ね、あれすごく好きなんですよ。なんかね私には昭和3、40年代ね、1960年から70年代頃かね、あれを思わせるね格好で、帽子ね鳥打ち帽とか、英語だとハンティングキャップなんていうのかな、日本語だとハンチングなんて昔言いましたけどね、あれと無造作にかけたマフラーとかねネックレスで、なんかあんな感じのボヘミアンでね、ちょっと粋なお兄さん時々昔いたような気がしますね。でまたねチュッパチャップスときたもんだね。チュッパチャップスといえばねスペイン発祥のねキャンディーですね。レトロなお菓子、日本のミルキーみたいなねちょうど感じで、私の主人もねスペイン系だったのでねよく懐かしがってましたね、レトロだから。でこのキャンディーねダリのデザインだそうですねこれね。なんかダリがどっかカフェかなんかでいたずら書きしてたとか、なんかそんなような話聞いたことあるんですけどもね。でまたねチュッ
パチャップスといえばね、これまたね刑事コジャックじゃないですか。はい、70年代のね刑事コロンボの向こう派って出てきたけどね、いつもチュッパチャップス加えててね、禁煙中だったのかなんか知らないけど、いまいちね日本ではコロンボが優勢でねマニア向けだったんですけども、頭がこうね若干眩しかったけどね、素敵な人でね、ギリシャ系のねテリー・サバラスかな、私はファンでしたね。渋いね声優さんの声とともに実にいい感じでしたね。でね、風さんがまるでコジャックにね密かに憧れるね下町の少年じゃないね青年名探偵みたいなね風情でね、あるいはなんか銀融詩人みたいなねひょうひょうとしててね、ちょっとボブ・ディランを思い出しちゃうねちょっと寅さんのような感じもするしね、写真最高ですね。そして何よりびっくりしたのがねこの歌詞ですね。真っ白だの真っ黒だのねはい、ちょっと聞くとね男女の別れ話のようにも取れるしね、新しい出発へ向けてね今まで親しんだ人たちと決別して自ら新しい道へと旅立っていくっていうね、まさに春先にぴったりのような内容にも取れますね。さよならベイビーみたいなね、あと執着を手放すことで過去の苦しかったね経験から抜け出そうとしてるのかねとかね、いろんな受け取り方あると思いますけど、でね私今回この全部日本語のこの曲なんですけど、この英語の歌詞もね面白いと思ってね、海外のね解説者の人たちの英語の動画を見たんですけど、やっぱりねほとんどの人がね恋愛ソングって受け取ってるんですね。でそれはそれで全く構わないと思うんですね。そして注目すべきは全くの日本語の曲でありながらね、海外の人もそれなりに翻訳の歌詞をちゃんと見てくれてるってことですね。解釈はねいろいろだろうけどね、だけどねその中でね面白い人がいたんですよ。カナダの人だったかな、名前忘れちゃったけどいい解説しててね、この曲を聴いてるとね抱擁と失恋が同時に起こってるような気がするって言ってたんですよ。面白い見方だなと思いましたよ。よく味わってるなってね。それで私のね勝手な見方なんですけど、私はねさよならとこんにちはが同時に起こってる世界ね、それがね今みんな私たちがいる世界だっていうことなんですけど、それをね改めてこの曲で感じたんですね。別にね春の卒業式来なくてもね私たちはもう毎日どころかね毎春毎春この瞬間にさよならしてて、でねすぐまた次の瞬間ねもう蘇ってんですよ。こんにちはしてんですよ次の瞬間に。もう全てがね一体となっててね一緒に動いてるんですね。変化してんですね。それを禅なんかではね刹那滅っていうんですけど、この刹那が来たと思ったらもう次の刹那ですね。で今この刹那だけが真実だということです。極端に言えばね毎春死んでるってことなんですね。そして次の瞬間生まれ変わってんです。宮沢賢治はね「春と修羅」というね詩の中でね自分は因果の中で点滅を繰り返してる伝統の明かりみたいなものだって言ってるんですよ。ついたり消えたりね明滅していると、まさにそれですね。この詩ね若い頃分かんなかったんだけど今は本当自分のことのように分かるんですよ。以前ね祭りの解説の時にね時間はないっていう実験しましたよね。ご覧になってない方はね是非ご覧くださればお分かりになると思うんですけども、時間なんか存在しないんですよ。ただね毎春毎春の変化ね、全てのこの宇宙にあるもう全部のものが一瞬ごとに変化し続けてるんですね。それがね先に進まなければならないゲームっていうことなんですよ。インタビューでね風さん言ったようにね時代を超えちゃってる、もう時間なんかない世界なんですね。だから本当は未来も過去もない。それなのに人間は思考によって
時間を作り上げてしまったためにいろんな苦しみが生まれたんですね。過去っていうのはね、記憶に過ぎないし、未来はもう勝手な思考に過ぎないんですよ。それなのに、例えば過去にしがみつけばつくほど苦しむし、未来を不安に思ったりしたりね、自分の思考に絡み取られてね、自我でいっぱいになっちゃうんですね。だけどさっき言ったその刹那滅ね、この瞬間に生まれ変わってるんですから、もう次の瞬間はもうフレッシュでね、真っ白なんですよ。つまりね、何の思考も余計な自我もないフレッシュな自分、もうそれはもう宇宙とつながってる自分なんですね。もう自我がないからね。でその部分がもう真新しい風に抱かれたっていうことですね。もう生まれたての赤ちゃんはね、もう心が真っ白でしょ。もう何の経験もない、何の思考もないんですね。ただお腹が空いたね、あったかい、寒いっていう感覚だけなんですね。それが本来のあなたや私なんです。感覚しかないんですよ。それが本当のあなたなんですね。だけどね、生きていくためにね、少しずつ言葉を覚えたりね、大きくなるにつれていろんなことや技術とかを学んでね、一人で自分を食べさせられる状態にまでいかなきゃならないからね。その過程でいろんな条件付けとかね、因果でいろんな余計な影響を受けてね、もう自我でいっぱいになって苦しみが生まれるっていうことになっちゃうんですね。でね、この真っ黒っていうのはね、英語の訳だとね、The darkest part、一番暗い部分となってるんですね。まあこれはもう仏教や禅でいう無明のことですね。迷いとも言いますけど、キリスト教で言えばまあ現在ですかね。ヒンズー教ならマーヤなんていう言葉がありますね。まあエゴによるね、執着とか欲とか憎しみとか恐れなんかですね。まあつまりね、一番初めは真っ白だったものが真っ黒になっちゃった。ね、だから真実を求めてさまよっていた。さまよっていたっていう言葉は、苦しみから逃れようと真実を探求してたっていうことでしょうね。でそしたらその真っ黒な部分がぶち抜かれたと。もうこれはね、悟りの体験のことを言ってるんでしょうね。イロハスの CM でね、でんぐり返って寝転んでますね。あれ何か思い出しませんかね。そうですよ、日産ライブの Day2 のね、大の字になってね、寝転んだワンネスの瞬間ですね。もう全てと一体、宇宙と一体ね。インタビューでね、いつも風さんはね、チームに感謝してますけど、みんなと一体で動いてるんですね。宮沢賢治はね、ワンネスのことをね、全てが私の中のみんなって言ってるんですよ。全てが私の中のみんな。この私の中の私っていうのは個人的な私じゃなくて、宇宙としての私ですね。私たちはね、真っ白だった紙にね、自分の人生を自分なりに描いてるつもりなんですけれども、実はね、自我で真っ黒にしちゃってるんですね。もう神様ね、つまり宇宙がね、ちゃんと筆とかインクをくれてるんだけどね、それをね、自我でひん曲げて描くからとんでもないことになっちゃったりするんですね。素直に描けばね、つまり宇宙のエネルギーに逆らわないで、起きることに逆らわないで生きていれば全てうまくいくんですけどね、大事にしてるものとかね、極端にね、家族や過去にね執着してるとか、名誉とか地位とか欲とかお金とかね、そういうものもありますよね。そういうものは好きだよ、好きだけどね、私なんかね好きですよ、特にお金。やっぱりね、そういうものはね、やっぱり手放していかなきゃね、苦しみのもとなんですね。だからね、時々そういうことに気づいていくのが大事なんですね。だけどね、毎週毎週節滅なんて意識してたらね、大変だからね。昨日でもいいですよね。嫌なことや苦しみがあったとしても、もうそれはもう迷いだと気づいてね、今日はもう新しく生まれ変わって一日を過ごそうというふうに生きていくことがね、いいんじゃないかなって思うんですけどね。軌道修正っていうのはね、いつでもできるんですよ。
もう1年後とか来週とかじゃなくてね、もう今この瞬間に生まれ変われるんですよ。どんな人も。そうすればね、思考とか自我からね解放されて、また真っ白な自分に戻れるんですね。よく一瞬頭が真っ白になっちゃったとか言いますよね。あれですね。何の思考もない状態ね。真新しい風に抱かれたって風さんは言ってますけど、英語だとね、I got laid by the brand new wind って言ってますね。このね、brand new ね、っていうのはね、フレッシュで真新しい、新鮮なっていう感じですね。それに got laid 押し倒されたっていうような強い表現になってますけど、暗い部分はバスティドアップだからもう爆発ですね。もうバーンとね、暗い部分がもうなんていうのかね、消え去った、バーンとね、瞬間的に。で次の瞬間、真っ白なもう爆風ですね。押し倒されて、もう吹き飛ばされてしまったと、そんなような感じかな。もうすごいエネルギーなわけですね。でここでね、いつものようにねクリシュナムルティ出しますけど、人の頭から思考が消えるとね、ものすごいエネルギーが生まれるって言ってるんですね。思考、つまりね、自我がなければ宇宙そのものになるんですよ。そしてね、その真っ白な爆風っていうのはね、愛の塊だしね、風、つまりね、風さん本人なんですね。だから風さん風に言えばハイヤーセルフの自分が、つまり宇宙の自分がエゴまみれの自分を救ってくれるわけですね。自分で自分を抱きしめてますよね。あれこれね、過去やね未来のことでぐだぐだ考えてる頭っていうのはね、自分を守る考えでいっぱいだから、もう行動のエネルギーも生まれないんですね。だからね、日々ね、頭をなるべく空っぽにしちゃってね、もう未来とか過去のことは考えずにね、絶えず今この瞬間を意識していれば、苦しむことなく楽しく日々を送れるっていうことなんですね。もう何にも心配ないんですよ。もう絶対大丈夫っていう感じをね、飛び込みのシーンでね、もっと思いっきり伝えたかったなんてね、風さん言ってましたけどね。ダウン着るような寒さの中でね、よくやりましたよね。もうすごいと思っちゃったね。もうその通りね、本当に大丈夫なんですよ。私たちもうそんな頃よっていうのはね、もうそろそろみんなもね、このことに気づいてねっていう意味なんだと思うんですね。でそれはね、赤ちゃんのような、子供のようなね、真っ白な何にも書いてない紙のようにフレッシュな心でいることですね。そうすればもう宇宙パワーで守られて、日々体験したりね、見たり、もう全てのものが生き生きとして喜びに、ね、溢れた毎日になるんですね。子供がね、無邪気に遊ぶように生きていかれるんです。思うがままにね。でそれでこそね、どんなことがあっても人生はゲームとして楽しめるんですね。宇宙のね、流れとともに何の心配もなくね、もう毎瞬変化しているゲームなんですよ。神のリーラっていうサンスクリット語がありますけどね、神の遊びっていう意味ですね。ロンリーラプソディでもね、孤独なんてゲームなんて言ってますよね。はい、そんなわけでして、最後にね、サムネに書いたあれね、例のあれの答えを言いますね。チュッパチャップスとかけてね、真っ白な心と解く。その心は、答えはね、どちらも子供のものですね。お粗末様でした。皆様いかがでしたでしょうか。今日はね、フレッシュな風さんの真新しい、まさに心洗われる新曲真っ白について勝手なことを言わせていただきましたね。皆さんのご意見もコメント欄で見るのが楽しみなので、ご意見ありましたら書いてくださいね。このチャンネルはね、皆さんが毎日子供のように人生を楽しく生きることができるヒントをシェア、一緒に学んでいます。チャンネル登録もよろしかったらお願いしますね。それでは今日はこの辺でまたお会いしましょう。さようなら。